空前の円安で、ゴールデンウィークは節約旅がトレンド入り、国民が物価高にあえぐ中、裏金問題の真相究明すらしようとしない自民党に、汚染でノーが突きつけられた。ところが、先にチャンネル登録しといてね。島根1区においては、これまでの選挙を上回る圧倒的な運動量でありましたけれど、非常に逆風が強かった自民党が唯一、候補者を擁立した島根1区の惨敗を受け、幹事長の茂木敏光は党本部でこう語った。午後8時の投票終了直後、開票率 0% で立憲民主党候補、亀井彰子の当確が報じられた。自民党中堅議員が事前調査で厳しい数字が出ていたとはいえ、岸田文雄総理が投票前日にも現地入りしたのに、ゼロ地で惨敗は衝撃が大きい。茂木さんも自身の責任を回避するために、裏金問題の逆風が強かったと強調したのでしょう。かくして3補選は下馬評通り、自民党の全敗で終わった。岸田総理では次の選挙は戦えない。一刻も早く新しい選挙の顔を。自民党の若手議員からはこんな声が上がる。新聞各紙が言った世論調査でも、政権交代を望むという意見が軒並み 50% を超えている。もはや岸田政権が国民の信を失っているのは明白だ。しかし、不思議と党内には本格的な岸田下ろしにつながる気配はない。永田町には妙な凪の雰囲気が漂っている。岸田の必殺解散ちらつかせ作戦。by GTTYIMAGS。実は岸田はこうなるように布石を打っていた。補選から遡ること3日、最側近である幹事長代理の木原誠二が党会合で突如、こう切り出した。今、自民党は非常に厳しい状況だ。政権交代が起こってもおかしくない。この発言に永田町は騒然となった。岸田さんがもはや木原さんの進言も聞かなくなったのではないかとの憶測を呼んだのです。このままでは岸田さんが暴走してやけっぱち解散を打ちかねない。そこで木原さんが党会合で危機を煽り、岸田さんに思いとどまらせようとしているのではないか、と元安倍派若手議員。さらに党本部は岸田と茂木の連名で、所属の国会議員に年4回支給する支部政党交付金について、7月分の支給時期を同月末から6月に前倒しすると通知した。しかもパーティー収入の減少などを鑑みたとして支給額を増額させた。これは総理からの6月解散7月選挙に備えよというメッセージではないか。二階派若手議員。しかし、こうして議員たちに解散があるのではないかと思わせることこそが、岸田の手なのだ。総理を批判して刺激しすぎると、本当に解散を打ちかねない。そして自公が過半数を失う子を思わせることで、岸田下ろしを封じ込め、党内に萎縮ムードを作り出そうというわけだ。もちろん岸田とて、今の状況で解散を打つほど愚かではない。あくまで解散はちらつかせるだけ。皆が慌てている間に、党内のライバルの動きを見て、弱体化させることに慎んできた。財布の紐を握って茂木封じ。by GTTYIMAGS。現在、岸田にとって最も目障りなのは、幹事長の茂木だ。政治資金規正法の改正について、岸田さんは渡米前に自民党の改正案をまとめるよう指示を出していた。にもかかわらず岸田さんが渡米すると、取りまとめの動きに急ブレーキがかかった。結果、自民党は公明党からも独自案がないのはおかしいと非難される羽目に、これは茂木さんがわざとサボタージュしたためと言われています。自民党幹部、茂木はこのように、ことあるごとに岸田の足を引っ張ろうと小細工を仕掛けてきた。総裁選への意欲も隠そうとしない。そこで岸田は茂木の首に鈴をつけることにした。23日の党総務会で、政治資金収支報告書の記載漏れの処分を受けた元二階派の林幹雄さんの後任として、岸田さんは信頼している山本裕二さんを経理局長に任命しました。経理局長は幹事長から政策活動費などをはじめとした金の使い道の指示を受け、差配するポスト。茂木さんは元自派閥で前復興省の渡辺博道さんを推しましたが、岸田さんがこれを却下して山本さんにしました。今後、茂木さんの金の使い道は全て岸田さんの耳に入るわけで、茂木さんは動きづらくなりました。自民党議員秘書。すでに茂木の足場となるはずだった茂木派は解消が決まっている。そこでも党安倍派の若手議員らと会食を繰り返しているが、党内支持は全く広がっていない。茂木に誘われたという安倍派の若手議員が茂木さんは自分の話ばかりで、こちらが話をしても途中で遮って、一方的にまくし立ててきた。そういうのが続いて、もうこちらから話すのはやめた。正直がっかりした。茂木さんは後ろ盾になっていた麻生太郎さんからも見切りをつけられたと言われている。もはや総裁選に出られないんじゃないか。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。汚染全敗不先輩2000。しかも缶入れの補修を国島根でさえ。
立憲の候補に得票率で 20% もの差をつけられて惨敗したにもかかわらず、党総裁の岸田総理はじめ執行部に対する責任を求める声も皆無だし、もちろん岸田降ろしの声も全上がらないの異常に凄さを覚える。こんな状況を見ると、前の大戦時でのミッドウェー海戦において慢心に慢心を重ねて、虎の子の空母4艦を一気に失った日本海軍機動部隊指揮官たち、そして作戦を立案を推し進めた連合艦隊指揮官たちの誰一人として全く責任を取らず、また不問にされたのと同じではないか。こういう無責任さの極みを絵に描いた悪しき伝統だけは、戦後になってもしっかり今の自民党に気づいているからある意味笑える。今回の衆院3補選で不戦敗を含め自民党は惨敗に終わった。党内では岸田首相が顔では勝てないとの声はあるものの、有力なポスト岸田も不在で、岸田降ろしの動きは進んでいない。あれだけ大勢の議員がいるのに、リーダーシップを取れるポスト岸田の人材がいないのも情けない状況である。このまま自民党がまやかし程度の改革や今後自己都合の保身政治を変えていかない限り、国民の信頼回復はありえない。自民党とは、経団連と連携した政治団体と見ると良いと思います。これは、組合組織連合と伊達民や国民民主、創価と公明党といった関係と同様と考えれば良いでしょう。自民、そして企業や業界団体とは、二人三脚の関係にあります。岸田降ろしが起こるとするなら、企業などが彼に背を向けた時でしょう。岸田氏は企業との関係に一切踏み込んでいません。自民と企業との関係は続きます。流れに変化が起きるのは、自民の支持母体の大企業次第と思います。若手議員が行動を起こさない時点で終わってます。それと全ての問題の要因ではないでしょうが、接種議員が多くなった弊害は確かに至るところに出ていますね。気骨がない。苦労知らずで他人国民の気持ちがわからない。岸田さんに限らず、今の自民党に何を期待しても無駄という状態ですが、さりと手頼りになる野党も存在しないとなるとね、裏金問題とかも、自民党全体の不祥事すら、自分たちの勢力図を書き換えるための奇策に利用できたぐらいにしか首相は考えてないと思う。実際そういう動きをして、国民と有権者に必要な説明責任や行動を果たさず、全て責任を取って痛み分けをしたような顔芸をやったりしてるような段階で自分が押し切れば全てうまくいくっていう風な動きを首相は体現してやってんだよな。今までの動き自体が国民や有権者から大きく反感を買っているから、首相を引きずり下ろしたところで、自民党自体も国民や有権者を舐めてるだろっていう風に見られて、不快感が首相だけじゃなく自民党の方にも両方に向いていけば共倒れすることになるだろう。こんな自分の党内の権力争いしているいとまがあるのなら国民のために誠心誠意仕事をしろと言いたい。かつてない円安で厳しい生活を強いられる中、自分たちは悠々自適に裏金でパーティーしたその事実から目を背けて補選でもそこを見事に突かれて全敗。で、岸田君は党内が慌てふためている今コントロールしようとしている。やっぱり岸田君は首相に強いこだわりがあるせいでこんなことしている。こりゃこの国が焼け野原になる日も近い。補選はそもそも自民の不祥事から始まっているので、全敗するのも織り込み済みなのだろう。岸田さんは派閥解消などの対策はしており、責任を取る筋のものではない。ただ、今の全面円安に対しては何らかの対策を打たないと、経済面で不安が残る。いずれにしても衆院選では党代表としての責任を問われるので、それまでに逆風をどれだけ弱められるかだろう。私は岸田を高く評価している。原発処理水の放出、原発利用の推進、防衛費の倍増、武器輸出原則の見直しなど、不人気だが必要な施策を断行してきたからだ。CNISA 創設も特筆される業績である。最近では、日米非首脳会談を行い、海洋進出に拍車をかけ、経済的な威圧も強める中国を結束して抑止しようとしている。これに対し、中国は激しく反発している。岸田頑張れ。増税はやめてね。試合は負けたが勝負には勝ったの岸田さん。絶望的な支持率と絶望的な選挙結果でも、自民党内の権力争いでは勝ち続け、政局は無風状態。宏池会の解散という岸田の乱が成功し、麻生派、茂木派、岸田派の主流3派のトライアングルを解体させ、この3派体制に乗って次の総理の確実だった茂木さんは千葉を失い、この3派体制の立役者で主催者でもあった麻生さんは大きく影響力を失った。今や自民党内は岸田さんの独走状態。しかし、試合選挙には勝てない。さあ、どうする？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。